日は資源を循環利用しながら廃棄物の発生を最小限に抑えることで CO2 の削減、環境破壊や資源枯渇の抑制を目指すサーキュラーエコノミーをテーマとしてイベントを開催させていただきます。これまで SMFL グループは中古機械・設備の売買やお客様の排出物適正処分支援など 3R を推進してきました。こうした取り組みの中でリース物件の再資源化率をさらに高めていきます。そしてこれから私たちが実現したいのがサーキュラーエコノミー。製品・サービスの設計段階から最終的に資源を回収し再利用するために DX をはじめとする SMFL グループならではの機能でトレーサビリティの確保・活用を実現。作って使って回収して再資源化することでサーキュラーエコノミーの輪につなげていきます。すでにメーカーをはじめ物を使用されるお客様、回収や解体、再資源化を担うパートナーの皆様との取り組みが始まっています。2025年度には新たに地球環境部門を創設しました。 SMFL グループが目指す新たな社会価値創造、それはカーボンニュートラルとサーキュラーエコノミーをパートナーの皆様と一緒に実現することです。この思いを地球に優しいリースという言葉に込めて SMFL グループはこれからも挑戦を続けていきます。三井住友ファイナンス&リースグループ。ここで改めてサーキュラーエコノミーとは何でしょうか。和訳すると循環経済あるいは循環型経済と言われています。こちらにも書いてあるんでちょっと読まさせていただきます。大量生産、大量消費、大量廃棄の経済から脱却し、資源の投入や消費を抑えつつ製品や資源を長く効率的に活用し、持続可能な社会と経済の発展を目指す経済の仕組みです。私たち SMFL はこれまでもリースビジネスを通じまして 3R、リデュース、リユース、リサイクルを推進してまいりました。物を大量に保有するリース会社だからこそ、再資源化までこの輪、サークルをぐるっとつなげなければならないという思いで2年前に社内でサーキュラーエコノミー推進ワーキングチームを立ち上げました。新品を売り切るビジネスモデルからメーカーに戻ってくることを前提に設計・生産をして、新品だけではなく二次利用、複数回利用して製品を再資源化する、いわゆるリマニュファクチャリングモデルになります。サーキュラーエコノミーにおいて重要なポイントである製品を長く使うことが可能となります。今までの売り切り型のビジネスモデルですと、メーカーは自社製品を再資源化するために戻したくてもコントロールができません。そこでこのスキームのようにリース会社である SMFL にメーカーは販売し、 SMFL がユーザーにリース・レンタルすれば寿命・エンド・オブ・ライフを迎えた製品をメーカーに戻すことが可能になります。町や海のゴミ問題をですね、この後ご紹介する IoT のスマートゴミ箱で解決していくと。で、ゴミをゴミとして捉えずに資源であると、そういう見方をして、その資源循環の入り口になりたいと、そういう思いでこの IoT スマートゴミ箱の事業を展開しています。世界の海ゴミの総量約1億5000万トン。2050年には総量で魚を上回ると予測されています。一方で海ゴミの約8割は町から流れ出ていると言われています。ゴミを町で食い止めなければ。ゴミ箱を IoT にしたら働き者のゴミ箱になりました。
光で動く自給自足のゴミ箱です。ゴミをしっかり潰すこともエコになる。容量がわかると回収タイミングがわかる。スマゴが増えるほど街がきれいになっていく。スマゴが増えるほどゴミが資源になっていく。いつかきっと海ゴミをゼロにできる日が来ると信じてる。海をゴミ箱にしない、そう決めたゴミ箱。町でポイ捨てされたり捨て置きされたりしたゴミが下水を伝い川に流れ、そして海に行くと、これが海洋ゴミ問題の8割の原因なんですね。これをしっかり街中で食い止めていきたいと。これは世界的な潮流です。日本もそこにしっかりキャッチアップしていきたい。そこに我々フォーステックが役に立ちたいということで活動をさせていただいております。後半のパネルディスカッションに移らせていただきます。テーマが2つあるんですが、1つ目のテーマがサーキュラーエコノミーの取り組み意義ということです。意義っていうとやっぱり、もう地球が泣いちゃってるっていうことだと思うんですね。はい、で、私たちの次の世代やその次の世代にこの地球をちゃんと渡していかなくちゃいけないって言った時に、先ほどの脱炭素化の一つの方策としてもこのサーキュラーエコノミーっていうのが必要だろうなっていうふうに思っています。2年前にワーキンググループ立ち上げられたということですけれども、まず関口さんがこれだって思った瞬間っていうのはどういう時だったんでしょうか。そうですね、そもそもリース会社なので大量に物を持ってるわけなんですが、ある時あるメーカーさんとお話をした時に、自分たちはずっと物を売ってきたと。で、ある一部の部品をもう一回次の製品に使いたいんだけど、もう消費者さんに言っちゃってるんで、もうどうしようもないんですよっていうような会話がございまして、だったらうちに売っていただいたらそれをある程度使い終わったら戻すことができますよっていうことに、私自身も気がついて、これは我々の役目なんじゃないかなっていうふうに思いました。なので僕ら街中で適切に回収して適切に分別することによって資源化する、資源循環の入り口としてですね、日本中にスマホを広げております。溢れてるゴミ箱というのはですね、分別率が非常に悪くなります。でやっぱり溢れてる方に捨てられないので、もう一方に捨て出してどんどん混ざっていきます。で窓割れ理論ってよく言うんですけど、窓割れ理論、ゴミ箱の周りにゴミがちょっとでも落ちてると、皆さんそこにゴミを捨てていいものだとしてゴミ箱の周りを非常に汚くなるんですね。でゴミ箱の周りがいつも一番汚いってことは、よく起きる現象でして、そういったものをなくすことによって適切に分別していただいて、適切に効率よく回収して資源化していくということをやっております。海外でもやっぱりもうゴミの資源化っていうのは目をつけてるところっていうのはあるんですよね。特にオランダなんかは多分世界で一番進んでるんじゃないかなと思って、私も7月に、オランダにサーキュラーエコノミーの視察っていうことで、出張してきました。ゴミをなるべく出さない生活をしているっていうことがまず一つと、ゴミはきちんと分別する。それともっと大きいのは、これはゴミになっちゃう可能性があるのは建物だったりするんですが、オランダの場合はなるべくその役割を終えた建物を簡単に壊して更地にして建て替えるんではなくて、有効活用してここを何かコミュニティの場にしようとか、そういうふうにして、大きなゴミを出さないっていう取り組みをされているということで、同じ資源小国だと思うんで、オランダは本当に参考になりますね。企業だけの単独の取り組みでやっぱり厳しいと思われるところっていうのは実際にありますか。
企業だけでも難しいし、企業一社だけではこれサーキュラーエコノミーは完成しません。私もやってみて思うのは、いろんなパートナーの皆さんとこの円をですね、強固なものにしていかないと、一社だけではとてもではないけども無理なので、ぜひいろんな方々と私たちは、コラボレーションをしながらサーキュラーエコノミーを、武器にして、日本をさらに強くしていきたいなというふうに考えています。国民に求められる役割っていうのもあると思うんですが、竹村さん、ここは私たちどういうところを意識を変えると、さらにこの分別、ゴミの資源化っていうのは進んでいくんでしょうか。そうですね、ちょっとそんな偉そうなことは言えないんですけど、やはり分別もですね、その先分別して資源化されたものが何になっていくかとかですね、そういった資源のその未来をやっぱ示さないと、なかなか皆さん家庭でペットボトル洗ってラベル剥がしてキャップ外して捨ててると思うんですけど、実際それがどうなっていくかってなかなかイメージしにくいと思うので、そういった資源の循環のですね、先を示すことが分別とかですね、資源循環につながっていくと思うので、そういったものを示しながら、僕らもですね適切に回収していきたいなと思っています。最後にご来場いただいた皆様、そして YouTube の視聴者の皆様に向けてメッセージをお願いしたいと思います。未来の子どもたちっていうか、未来のためにやってるんですよね。だから今僕たちが真剣にやるってことすごく大事だし、あとやっぱり子どもたちと一緒に学ぶっていうこともすごく大事だと思います。そういう機会をですね、どんどん作っていきたいなというふうに思っています。環境問題とかそういうジャンルではなくて、私が考えるのは環境社会と経済の価値を両方上げていく素晴らしい仕組みだというふうに考えていますので、ぜひ、ご賛同いただく皆さんといろんなビジネスを一緒にやっていきたいと思います。これからもよろしくお願いいたします。